皆さんこんにちは。今日は今から青木ヶ原樹海に行ってきます。青木ヶ原樹海は富士山のふもとにある森で、富士の樹海とも呼ばれています。富士の樹海は日本一の自殺の名所と言われていて、少し怖いイメージがあります。もうその周辺に洞窟があったりとか散策できるようなルートもあるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。青木ヶ原樹海の散策ルートはいくつかありますが、今回は自然歩道を通り、鳴沢氷穴、富岳風月という有名な洞窟を巡ります。森の駅風穴に到着したら自然歩道の入り口まで進みます。青木ヶ原樹海は風になびく森林がうねる海のように見えることから富士の樹海と呼ばれています。これ見て、この木、人にすごい根張ってる。富士の樹海は富士山の噴火で流れた溶岩の上にできた森です。硬い溶岩の上に木々が生えているため、根っこが地中まで張られずに横に広がっているのが特徴です。根が浅いため台風などで倒れやすく、倒木がたくさん見られます。木がこの辺とか苔すごくない？この根っことかも全部苔生えちゃって、時間がすごい経ってるのがわかるね。ちょっともののけ姫感あるね。なんかさ、地割れみたいなのでさ、ここにちょっとこうちっちゃい洞窟みたいなのができてるとこが結構いっぱいある。ちょいちょいあるね、これね。さすが富士山のふもとだね。噴火の影響だろう。まあそうだろうね。足場が悪いね。自然歩道だから。これで 1.4 キロ。まあ体力使うね。危ないから、ここから外れたら、ルートから外れたらいけないらしい。まあ出たらダメだろうね。まあ危ない動物とかいるのか知らんけど。富士の樹海は一度迷い込むと二度と出られないとも言われています。遊歩道から外れた場合、360度どこを見ても木しかなく、似たような風景が続く上、足場が悪い場所も多いため遭難する危険が高くなるからです。ですが実際のところ整備された遊歩道もある上に案内看板も多く設置されており、近くには公園、展望台などの観光地があるため、一般的に観光や散策をしていて出られなくなるということはありません。15分ぐらい歩いて今3分の2ぐらいまで来ました。ここにね、休憩するスペースがあったけどベンチが苔だらけで座れません。なんか木の影が人に見えたりするんだよね。ほら、俺とかちょっと人っぽい。異なる種類の木がお互いを支え合いながら上に伸びている様子も見られ、自然の生命力を感じられます。隣のトトロの世界。なんかちょっとあれだね。なんかトンネルみたいに。木のトンネル。おお。ずっと木のトンネル続いてる。入り口にこういう注意喚起みたいなのが書いてあるね。はい、セットで2名様1200円です。下り91段と上り101段。
天井の高さが低いからこうかがんで進まなきゃいけない。じゃあ入ります。めっちゃ寒い。急に気温下がるでしょ。すごくない？この気温の変化。天然の冷蔵庫みたいな。そうだね。頭上注意。めちゃくちゃ天井が低くなった。まだここはマシだけど、本当にかがまないと絶対進めないところがあるから。かがまない。天井低すぎない？ね。かがまないと多分いけないんだよ。わかる？この低さ。いや怖い。うわ。しかもちょっと水が滴ってんだよね。うわ、頭打った。打った。気をつけろって書いとって。やばいやばいやばい。うわ、すごい。考えてある。そりゃこんな寒いわけだよね。いや不思議、すっごい神秘的な世界。外はね25度ぐらいあったんだけど、ここね何度？0度？めっちゃ寒い。急に気温上がるから気をつけてね。急に暑くなるから。今の見てきた氷結。うん。なんで冷えてるのかっていう説明が書いてあるね。富士山の雪が溶けて、その上に結構その狭いし階段が急だし寒いし天井が低いから鏡の姿勢にならなきゃいけないからいろいろね試練がいっぱいあった、いやでもすごい面白い経験だったね。あんまないよね、ああいう洞窟って。はーい、またさっきの樹海の入り口に戻ってきました。今度は富岳風月に行きます。氷結と風結でなんかもしかしたらそのなんか仕組みが違うの。ああ、こっちもヘルメットあるよ。心配な人は利用してください。もうめちゃくちゃ年季入ってないこれ。By eruption of Mount Fuji。富士山の噴火によってできた。じゃあ戸岳風月入ります。めっちゃ長い階段。そう。まあ穴だから仕方ないんだ。急に寒くならなかった？めっちゃ寒い。ね。ここからめっちゃ寒い。ね、行くなら。コウモリ？コウモリがいた、コウモリ。しかも結構近かったよ。ね。洞窟らしいね。確かに。コウモリ。おお。コウモリ怖いんだけど。後ろの子供の子たちが怖がらしちゃダメだよ。あ、そうだそうだ。野生のコウモリで初めて見ました。すげえ、コウモリいっぱいいる。怖い、どうしよう。怖いよ。すげえ。こんないるんだ。走る。無理。走ったら危ないか。危険はないから解放してるわけであって、そんなコウモリがいることはもちろん知ってるでしょ。その店の。なんかディズニーランドとかなんか作られたものみたいな感じだね。アトラクションみたいな。ね。鳴沢より広いからコウモリが活動しやすいんだろうね。空間が広い。ここすごい。はあ、天然冷蔵庫。うわ。どんぐりどんぐり。この天井低いよ。うわ、低い。低っ。なんで注意書きしてねえの。網状の溶岩。これは光苔。
すごい人が増えてきた。ね、ちょうど修学旅行か、なんか課外学習か。洞窟ってこんなに地上と気温違うの？ねえ、境目がわかるもんね。冷たくなっちゃった。面白かった。でも風邪ひきそう、寒くて。もうこの時点で割と富士のすみません、トウモロコシソフトクリーム一つお願いします。トウモロコシねはい。ちょっと気になっちゃったこれ。いいね。食べていい？いや、匂いがめっちゃトウモロコシ。どう？味は？コーンスープの冷たいの食べてるみたい。めっちゃ不思議なんだけど。山梨の名物はほうとうのイメージだったけど、吉田のうどんも結構有名な山梨名物みたい。麺がめちゃくちゃ太い。めっちゃ硬い。噛めば噛むほど小麦の味がすごいする。とにかくね、一本一本が太いからめちゃくちゃ食べ応えがある。スープがめっちゃ美味しい。なんか見た目と薄口に見えるんだけど、飲んでみたらしっかり濃いめもだし。富士山カップかわいい。そう。ああ、確かに。ツルツルっていうよりもなんかゴワゴワっていう感じ。小麦感がすごくない？人によってはツルツルシコシコのうどん食べたいって思うかも。いかがでしたか？今回は富士の樹海を散策しました。富士の樹海は力強く生きる植物たち、溶岩流が作り出した神秘的な洞窟など、命が終わる場所だけではなく、命が力強く生きている場所でもありました。ミステリアスな部分もあり、不思議な力を感じることができるので、ぜひ皆さんも目で見て感じてみてください。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。